こんばんは、ダリネコでございまする。さて今日は神様についてでございます。あなたはこの世に神様がいると信じていらっしゃいますか？絶対にいないと言い切ることは難しそうですよね。こうやって世界が存在するわけで、一体それを誰が作ったんだというお話もございますから。例えば、一旦宗教というものは忘れて、ここで神を全知全能でこの世界のすべてを作ったものとそう定義いたしましょう。さて、そんな神の存在はあり得るのでしょうか。まず一つ目、全知全能の神は誰にも持つことができない重たい石を持ち上げることができるかという問題です。動画を止めてシンキングタイムでも結構ですよ。答えはこうです。全知全能なのだから持つことができるはずですが、誰にも持つことができない石ですから全知全能の神にも持てないはず。そういった矛盾が生じます。しかし、これはそもそも最初にその神を全知全能と定義しているため、その時点で誰にも持つことができない重たい石というものの方がそもそも存在できないのでございますね。つまりこれは問題そのものが間違っているというものです。2つ目、全知全能の神はもう一人全知全能の神を作れるかという問題です。これもちょっとシンキングタイムを設けてみましょう。まず全知全能の神は何でもできるわけでございますから、もう一人全知全能の神を作れそうな気はします。しかし問題はその後ですね。一方の全知全能の神がもう一人の神を絶対に捕まえる。もう一人の神は一方の神から絶対に逃げ切るという鬼ごっこをしたら、一体これはどうなるのでしょうか。これも矛盾していますね。ではやはりもう一人全知全能の神を作ることはできないと、そういうことでございますでしょうか。いいえ、違います。答えはこうなります。神は全知全能の神をもう一人作ることはできる。もちろんです。全知全能なんですから。しかし、作った瞬間にその作り手の方の全知全能の神は全知全能ではいられなくなる。つまり神はもう一人神を作った瞬間に神を退職すると、そういうことですね。さて、どうもここまでいろいろつついてみても全知全能の神という存在を否定することはできなさそうです。やはり神は存在するのでしょうか。しかし、ここに一つだけ謎があります。今回の謎でございます。それは、神は私になることはできるだろうかということです。今この動画を見ているあなた様、私というのを自分のことだと思って見てみてください。神が私になって、私は今ここにいるという当然の感覚を神は理解できるでしょうか。そうです。実は神はこれだけがどうしてもできないのです。まさに唯一この手においてのみ全知全能の神は存在不可能なのです。さあ、なぜ神は私にはなれないのでしょうか。あなたにはわかりますかね。